こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。近年は従業員教育というのが非常に重要になってきております。人手不足の中で従業員一人一人のスキルアップというのが欠かせないという状況になっております。東京都におきましても従業員教育に関する助成金というのを継続的に行っておりまして、昨年度も行っておりましたが、また令和7年度においても事業場内スキルアップ助成金の概要が出ましたので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。事業場内スキルアップ助成金につきましては、自社で研修を企画をして従業員教育を行う場合に使える助成金という形になります。社外の研修におきましては事業場外スキルアップ助成金というのがありますけれど、こちらはまた別の動画でご紹介をしております。まずは今回の概要ですけれど、教育研修費用の推移について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をする助成金は東京都で行っているスキルアップ支援事業の一つになりますので、スキルアップ支援事業の概要を確認をして、その中の一つになります事業場内スキルアップ助成金とはどのようなものなのか、申請対象者や対象訓練、そして対象経費と助成額について、そして最後に注意点とまとめということになります。まずは教育訓練費用の推移について見ていきたいと思います。従業員1人当たりどのくらい教育にかけているかと言いますと、2023年度の調査においては1人当たり32,412円ということでしたけれど、2024年の調査になりますと、1人当たり34,606円ということで、2,194円増加をしているということで、調査以来ですね、3年連続の増加、そして今後も増加傾向にあるということになります。新型コロナウイルス感染症前におきましては、1人当たり35,628円という平均額でしたので、今ちょうどコロナの前の水準に戻りつつあるという状況になっております。そして今回の調査におきましては、すべての企業規模で前年比で従業員1人当たりの教育研修費用が増加をしているというところがポイントになります。では、従業員1人当たりの教育研修費増加をしておりますけれど、どういう研修を行っているのかというと、やはり一番多いのが新人教育ということで、新入社員教育、そして中堅社員教育、そしてキャリアデザイン、ライフプラン教育、こういったところの研修が多く行われているようになります。こういった教育研修費の高まりを受けまして、東京都におきましては、スキルアップ支援事業というのを実施しております。スキルアップ支援事業につきましては、全部で4つ項目を用意しておりまして、今回ご紹介をする事業場内スキルアップ助成金、その他にも事業場外スキルアップ助成金、DX リスキリング助成金、育業中スキルアップ助成金の4つを準備しております。今回は事業場内スキルアップ助成金、職務のスキルアップのために自社で企画した研修をする場合の助成制度について概要を説明をしていきます。その他、事業場外スキルアップ助成金につきましては、職務のスキルアップのためではあるんですが、公開研修等を利用して実施する研修の場合はこちらの助成金。また、自社の DX のために実施をする研修の場合は、DX リスキリング助成金を活用してもらえればと。また、従業員本人が希望をして育業中、育休中に受講をするスキルアップのための研修につきましては、育業中スキルアップ助成金というのも用意されております。今回ご紹介をする事業場内スキルアップ助成金についての申請対象者になりますけれど、中小企業等になります。中小企業等というのは業種の分類、全部で4つ分類がありますけれど、その中の資本金の額または出資の総額、もしくは常時使用する従業員数、どちらかが該当をする場合には中小企業等という形になります。
小売業、飲食業、サービス業においては資本金または出資総額が5000万円以下という形で、そして常時使用する従業員数は小売飲食業の場合は50人以下、サービス業の場合は100人以下という形になります。その他、卸売業の場合は資本金額もしくは出資総額が1億円以下、その他の業種では3億円以下、そして業種によって常時使用する従業員数が100名以下、もしくは300名以下という、いずれかに該当する場合には中小企業等という形になり、申請対象事業者ということになります。その他にもですね、申請対象の要件はあります。都内に本社または主たる営業所、事業所があることですとか、都税の未納がないこと、労働基準法違反等がないこと、そして支払い賃金が最低賃金以上であることなどの要件はありますが、まずは規模の要件を確認をしてほしいと思います。そして、事業場内スキルアップ助成金の対象となる訓練については、全部でいくつか項目が挙げられているんですけれど、一部抜粋をしてご紹介をしていきたいと思います。このスキルアップ助成金につきましては、オンラインでの研修も可能という形で、最近テレワーク増えておりますので、オンラインによる研修も可能というのは非常に良いかと思います。ただしですね、一方的な講義ではなく、双方向での交流ができるものという形で条件がついております。その他ですね、主要なポイントになりますけれど、まずは3番目として、受講者の職務に必要となる専門的な技能、知識の習得向上、または専門的な資格の取得を目的とする研修であることという要件があります。また、4番目として、専門的な技能、知識を有する指導員、講師により行われることという形になりますけれど、こちら人材開発支援助成金では講師の、職歴要件というのがありますけれど、こちらの事業場内スキルアップ助成金ではそこまでは求められていないという状況になっております。そして5番目として、通常の業務と区別ができるオフ JT であること、通常の業務から離れることというのが条件になっております。また、業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払うことというのが条件です。また、11として、1研修あたりの総研修時間数が3時間以上、10時間未満であることということで、比較的小粒な研修を行う場合に使える。また12として、受講者の人数が2名以上であり、総研修時間の8割以上を受講をしていることとなります。したがってですね、参加人数要件というのがあるので、2名以上の参加が難しい場合は、事業場内スキルアップ助成金が申請ができないという形になります。また、別の動画でご紹介をしておりますけれど、事業場外スキルアップ助成金に関しては、4番の専門的な技能、知識を有する指導員、講師により行われることですとか、12の受講者の人数が2名以上という要件はないということになります。そして、事業場内スキルアップ助成金の対象経費と助成額になりますけれど、対象経費につきましては、事業場内で行う社内研修になりますので、助成の対象経費というのはありませんけれど、助成額としては賃金助成ということで、助成対象受講者数に、研修時間をかけて、さらに、時給単価760円をかけたものが支給をされるという形になります。そして、研修が終わりましたら実績報告をするんですけれど、その際にですね、研修においての風景の写真必要になりますので忘れずに撮っておいてください。また、研修複数回を行う場合は毎回出席簿は受講者の実質の署名が必要になりますので忘れずにもらうようにしておいてください。この助成金、申請方法は郵送と J グランツ両方対応しております。また実績報告は研修の最終日から2ヶ月以内になりますので、早急に申請をするようにしてください。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、申請スケジュールは令和7年3月1日から令和8年2月の28日までになります。そして事前に計画申請が必要になりますので、研修開始予定日の1ヶ月前までに申請が必要です。こちらは他の動画でご紹介をしている人材開発支援助成金と同様という形になります。
そしてこの事業場内スキルアップ助成金ですけれど、2名以上の参加が難しいというケースもあるかと思います。その場合はですね、他の人材開発支援助成金ですとか、事業場外スキルアップ助成金を活用してもらえればと思います。また、研修についても3時間以上10時間未満という条件がありますので、10時間以上の研修を行う場合には、人材開発支援助成金を活用すると良いかと思います。そして、助成金の上限ですけれど、こちらは今回の事業場内スキルアップ助成金と別の動画でご紹介をしている事業場外スキルアップ助成金と合わせて1企業あたり150万円が上限になります。上限に達するまで複数回の申請が可能となっておりますので、活用してみてほしいと思います。今回の助成金使ってですね、業務の効率化、そして生産性の向上を図っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。